結婚してマインドに変化はありますか？ファッションで年齢気にしますか？今国内旅行で行きたいとこありますか？これ話そうかな。結構私の周りも毎日洗ってない子多い。そうだ、これ私答えたかったの。かわいい。何の質問？こんにちは、上野ありさです。今日は月に一度の、Q&A をやっていきます。ちょっともう化粧がヨレヨレで申し訳ない、テカテカなんですけれども、今月も質問たくさんありがとうございます。読んでやっていきたいと思います。まずは質問を開いてタイマーをかけます。じゃあアラームを30分つけます。スタート。いつも下から言ってるんだけど、上からやっていこうかな。今日は前髪をさ切ったらさ、もう本当に邪魔だしさ、扱いが分かんなさすぎて難しいです。はい。ありさちゃん、結婚してマインドに変化はありましたか？これもしかしたら前も答えたかもしれないんだけど、マインドに変化は特になくて、喧嘩はなくなったかな。前はなんで結婚してくれないのみたいな感じで喧嘩をしてた。てかもう私が怒ってたので、その理由がなくなったので仲良くやってます。同世代です。ファッションで年齢気にしますか？徐々に地元地方でミニスカ履けなくなってます。年齢気にするっていうか、自分に似合ってるか似合ってないかな気がする。それは若くても自分の体にこれは合わないなとかあるけど、年とともに体が変化していくから、それに対してはちょっとこの服私似合わないなって思ったら着ないし、けどこのミニスカだったら合うとか、例えばミニスカだったらって思ったら着るしって感じで、年齢っていうよりはその今の自分の体にこの服が合ってるかみたいな判断で結構着たり着なかったりっていう感じかな。でも確かにちょっと都会じゃないと派手な格好ってすごい目立つし難しいのかなとは思うんだけど、気にしたりとか仮に何か言われても3分後は分かんないけど3時間後にはその人たちもそのことを忘れてるから、きっと道で見た人は。道で変な人とかさ、例えば変な人がいたりとか派手な服の人がいても、例えばパッて見ちゃったとしてもそのことなんて自分はこっちは3時間後には忘れてるじゃん。だからそう思えばあんまり人目は気にしなくなるんじゃないかなと思います。いつも韓国のおしゃれなお店や美味しいご飯屋さんどうやって見つけますか？いつも私は韓国のお友達に聞いたりとか、人が行ってるところを場所を保存したりとか、あとは韓国のインフルエンサーの子たちがたまに食べ物とか載せてる時にそういうレストラン美味しそうだったら保存したりとかしてます。あとさ、これ関連で言うとさ、ストーリーとかに1回載せたものをもう1回載せてくださいって結構言われるのね。なんでスクショしてないのって思うんだけど、私は例えば韓国のインフルエンサーが載せてたらすぐスクショしたりとか飛んで保存したり、後からぐちゃぐちゃになっちゃって見当たれなかったりはするんだけど、なるべく思い出せるように。しかも iPhone だったらさ、スクリーンショットっていうフォルダができるじゃん。だからそこから辿れば絶対にあるはずだしっていう感じでやってるんだけど、もう1回載せてくださいみたいなの結構多いんだけど、スクショしてもらっていいですかっていう、わかんない。私は絶対するのね。自分が気になったら、だって自分が気になったり欲しかったり行きたかったり行きたい場所じゃん。その情報としてその人からもらった情報を自分で保存しとかないってどういうことなんだろう。全然怒ってないよ、怒ってるわけじゃないんだけど、なんでなんだろうって私はすごい不思議に思っちゃうから、気になったことは別に私のとかじゃなくても他の人が載せてたりとか気になることはすぐスクショした方がいいと思います。次やりたいヘアカラーは何ですか？今ね染めたばっかなんだけどすぐ落ちちゃって結構明るいんですが、なんだろうな。けどちょっと暗くしたい気持ちもあったり、あと切ろうかボブにしようかなと思ってるけど、前髪切っちゃったからバランス的にもうちょっと前髪とのバランス考えるとこのぐらいの長さとかをキープしなきゃかなと思ってるんだけど、カラーはちょっと暗くしたい気持ちもある。旅行しようって思った時どんな風に予定を組みますか？まずは一緒に行く人と一緒にいつからいつまでっていうスケジュールを立てて、でフライトをまず見て、並行しながら泊まりたいホテルとかも探して、泊まりたいホテルとフライトを見て、予約して、基本私フライトとホテル別で取るから予約して、でそこから行きたいところとかあるかっていうのをその友達と話したりしてお互いの意見を出し合って、特になかったりとか行き慣れた場所だったらもうその日とか前日とかに今日何する明日何するっていうのを決めたりとか、だから行き当たりばったりっちゃ行き当たりばったりだけど、初めて行く土地とかだったらここ絶対行きたいみたいなベタな観光スポットとかは先に調べておいてるかなと思います。今国内旅行で行きたいとこありますか？めっちゃいっぱいある。めちゃくちゃいっぱいあります。奄美に未だに行けたことがなくって、奄美も行きたいし、与論島も行きたいし、あと四国も行きたいし、秋田今度行くんだけど、秋田は行くんだけど全部回りたいぐらい。今年は結構海外入っちゃってるから、来年とかは結構国内旅行とかをいっぱい行けたらいいなと思ってます。
有田さんはお友達とどんな話で盛り上がってますか？友達と話す内容が年々減っています。結婚や子供の話は気を使うし、仕事の話はシェアできない。ほう、同年代の友達ってことだよね。いや、結婚とかまあ旦那の話、子供の話、あとなんか結構保険の話とか。でも最近は周り同年代の子たちは子供いる子たちばっかりだから、子供の話とかが多かったりとかするかな。あとなんかまあダイエットの話とかもするし、確かに何話してんのって聞かれたら難しいけど、話す内容がないとか減るとかは全然ないかも。ずっと喋ってるうちらって感じです。同性の年下の子と仲良くなる秘訣ありますか？苦手です。苦手なら仲良くならなくていいけど、なんか苦手なものをわざわざ向かっていく必要もないと思うんだけど、私は年上も年下も大好きで、違った学びがめちゃくちゃあるから、上の人は上の人でもちろん自分より長く生きてるから教わることもたくさんあるし、でも下の子って、自分が経験してる年齢ではあるけど、今の流行りだったり、今の例えば25歳の子が思うこととかって結構面白い、聞いてて面白くって、あ、そうなんだみたいな、なんか私の時代はこうだったとかいうの、なんていうの、そういう昭和っぽい感じっていうか、そういうのは特になくて、普通に自分で比較する、あ、そうなん、でも確かに私25の時こうだったなみたいなって考えると、すごいみんな大人だなとか思ったり、結構年下っていう先入観がもうないから、そもそも。あとなんかね、これ前も違う動画で話したことがあるんだけど、20代とか若い時ってなんか年下私も苦手だったの。苦手っていうか、どう接していいかわからないし、なんか私も苦手っていうか難しいなって思ってて、けど年とともに本当に周りのことが気にならなくなるのね。なんかもう自分のことが考えられないし、そんな余裕もないし、周りのこととかがもうすごい言い方悪いとどうでもよくなるから、なんか例えば年下の子で私の周りあんまりいないけど、さらっと会ったことある人とかで、例えば礼儀がない子とかだったり、なんか若いなっていう、若いって言葉一つで片付けるのはあれだけど、あーみたいな、わかんない、マウントとか、私にじゃなくてもそういうの見たりとか、けどなんかそういうのがもう本当に自分に影響がなさすぎてどうでもよすぎて、だからそれはなんか大人になってどんどん年を重ねるごとにそぎ落とされてったのはあるかもな。なんか人とか年下の子たちに対しての威張っちゃうっていうか、見張っちゃうみたいなのはもうないかも。普通にもう純粋にいいな、若くてっていうのはめっちゃあるよ。いいなとは思うけど、30代めちゃくちゃ楽しいので、だからそれの魅力をみんなにも伝えてる。だから今のうちこうしたらいいんじゃないとかいうのは結構、それこそみちちゃんとか葵ちゃんとか仲いい同性の年下の子たちには話してるかな。有沙さんは緊張することありますか？私は極度の上がり症で年々症状が悪化し、ミーティングなどで発言する際に体が震えてしまいます。有沙さんは緊張することはありますか？またそういった時にどうやって冷静を保ちますか？私もめっちゃ緊張します。 DJ やってる時とかは、クラブとかだとあれだけど、フェスとかで DJ してた時とかもう超お腹下してたし本番前に当たり前デフォルトでお腹下してとか、めっちゃ緊張してたし、人前に立つのとかも人数が多かったりとか、現場によっては未だに最初だけ緊張しちゃったりとかするんだけど、基本的にそれ最初だけでやっていくとどんどん心が落ち着いてスムーズにいくんだけど、最初だけ緊張するとかは結構あるかな。けどなんかどう保つってもう無理。緊張しちゃうもんは緊張しちゃうから、観客をかぼちゃだと思ってとかよくあるじゃん。そんなの無理だし思えないから、普通にめっちゃ緊張するけど、フェスの DJ の出番の最初の方とかもうフロアとか見れないの、緊張しすぎて。もう手元しか見れなくてみたいなとかもあったけど、もうなんかこれは正直私も対処法はないかも。受け入れる。で5分10分経つと緊張がほどけるから身を任せてますね、私は。これ話そうかな。マイルズさんを好きになった時、どんなところに惹かれて好きになったんですかっていうことなんですけど、マイルズを好きになったのは、ぶっちゃけ気づいたら好きになってた。てか好きにならない以外なかったって感じだったんだけど何キモなんかマイルズといるとずっと笑ってたの、お互いね。ずっと爆笑みたいな、ずっとなんか人といて楽しいって、楽しいって思わなくない？いや思うなと。普通になんか DN 仲いいみんなで飲んでる時とかも楽しいって思うんだけど、なんだろう、人と2人でいてめっちゃ楽しいって思うことがなかったのかな、あったのかもしれないけど、なんかマイルズといる時めっちゃ楽しかったの。もうずっと笑ってて、その時も楽しいと思うし、バイバイした後になんか私ずっと私ってかもうマイルズもなんだけど、うちらずっと笑ってたなみたいな、マジで楽しかったなって思って、で何ってマイルズって楽しい人じゃないのね
だからそれが未だに結構びっくりなんだけど、楽しい人じゃないのに多分なんかいろいろすごい波長があって、苦手なものとかも同じだし、なんかデフォルトが結構似てて、気づいたら好きになっちゃって、だからこの人かっこいいキュンキュンとかから始まってなくて、めっちゃ楽しい、私すごい一緒にいる時間が好きだみたいなのから好きになったかなって感じでした。だから一緒にいて楽しい人は大切にしてほしいな、みんなにも。これマジこれさ見ててさ拾おうと思ってたんだけど、周りのお友達も髪の毛を洗わないのは普通ですか？私は夫に臭いから毎日洗ってと言われます。でも色も落ちるし髪の毛乾かすのも面倒し、2日に1回がちょうどいいと私も思ってます。友達に毎日髪の毛洗ってないって言ってどんな対応されますか？気になりますって来てて、結構私の周りも毎日洗ってない子多いかも。私の年代はね、若い子、みちちゃんとかはめっちゃあんな長いのにさ毎日洗ってて偉いなと思うんだけど、さすがにこの夏とかは無理だよ。もう一歩も家とかで出なくてずっとクーラーの中にいたら別に次2日目行っちゃうけど、やっぱもう一歩でも外出たら無理だから、夏は毎日洗ってるけど、まあそろそろ涼しくなったらまた2日に1回になるし、臭い、自分が一番臭いかも。マイルズとかにも別に隣に行って臭いとか言われないけど、動いた時に自分が一番臭いね、やっぱ。だけど私の周りは結構2日に1回の子が多いし、あと外国人の友達とかマジ週1とかでしか洗わなくて、でもさすがになんか週1の子たちって見てわかるし、近くにいるとすっごい頭皮の匂いするんだよね。だからまあ2日に1回がちょうどいいかなって感じで、あと乾燥もだから油切らないんだよね、根元が。なんかこれも今めっちゃオイルつけてるんだけど、2日目とかもう最悪3日目とかでもあんまり髪の毛が油切らないので、だから結構洗わないでいろいろけど、みんな別に何もびっくりしないかも。うちの周りは結構多い、2日に1回の子。海外のクリスマスムード、どの国が一番素敵でしたか？一昨年さプロポーズ旅行がさ夢だった海外のクリスマスマーケットをも回ったり、サンタクロース村に行ったりとかしたんだけど、私クリスマスが1年で一番好きなんだけど、このクリスマスムード、そのマーケットとかじゃなくてムードっていうところで一番素敵なのは、結局クリスマスだってなるのってやっぱロンドンとかニューヨークなんだよね。シティの方がキラキラしてて、もちろんクリスマスマーケットはクリスマスマーケットで素敵なんだけど、やっぱニューヨークのクリスマスとかって結構テンション上がるし、ロンドンとかもすごい装飾綺麗だし、だからドイツとかももちろんクリスマスマーケット良かったけど、街としては私ただフランクフルトとかドイツ行ったこと、ミュンヘンとか行ったことないのね。ベルリンなの基本、シティだと。ベルリンってあんまギュッとしてないっていうかさ、ちょっとだだっ広い感じだからあれなんだけど、ニューヨーク、ロンドンは結局好きかな、クリスマス。アリサさん、寝落ちすることありますか？私は仕事終わり疲れてよく気絶してます。私ね、寝落ちができないんだよね。多分そんなに疲れてないんだと思うんだけど、疲れることをしてないのかもしれないんだけど、ソファーとかでさドラマとか映画とか見ててみんな寝落ちするとか言うじゃん。ドラマを見てて寝るとかが考えられなくて、映画見てて寝るとか、寝ようってしないと寝れないのね。だからソファーでうととかももしうとしたら速攻ベッド行くから、うととか。マイルズは毎日ソファーで寝てるんだけど、なんかドラマとかを見てるっていうことをしてる時に眠くなったりとかはあんましなくて、あとドラマ、映画とかドラマとかを見てる時に、じゃあドラマだとすんじゃん。で寝ちゃったら勝手にずっと再生されるじゃん。どこまで見たか分かんなくなるのとか絶対嫌なの。だから止めてもうベッド行って寝るみたいな。だから寝落ちとかは本当にほぼしたことないかな。車とかでも寝ようってして寝たりとか、飛行機とかもそうだし、でも確かに飛行機はなぜか寝落ちする。寝落ちっていうかなんか飛行機の映画をこうやって見てると、こうやって飛行機やっぱ乗ると眠くなっちゃうんだよね。こうやってうとってなっちゃって、寝ようって、もうそれも結局寝ようってなって映画を止めて寝るんだけど、飛行機の時は結構映画見ながらこうなるけど、家では絶対ならないかも。夜寝る前にどんなことを考えますか？明日のプラン、明日はなんだっけ、明日のスケジュールみたいな、そこ行ってここ行ってこうかとか、大体そんなようなこと考えるとコーンって私2分ぐらいで多分寝てて、だから基本でも考え事してるかな。そういう明日のプランとか、例えばじゃあ明日誰々のお誕生日のディナーだからどこでお花買おうかなとか、どんな色がいいかなだからそういうことを考えてます。嫌なこと言われて気持ちを持っていかれた時どのように立ち直りますか？すぐ立ち直れますか？わかる。私の場合はアンチコメントだったりとか、ちょっと感じの悪いコメントとか来るとってなるのね。なんか直接言われるとかあんまりないけど、食らいづらいっていうかダメージは多分他の人に比べて私の場合少なくて、見た時にって思う
んだけど、私の場合コメントとかになっちゃうから、これ多分言われるってことだよね。言われるシチュエーションとは違うけど、けどなんか本当にしょうもないんだよね。なんて言うんだろう、なんかその場、私の、そうだからこれとちょっとね状況が違うからあれだけど、本当に自分が幸せすぎて言われるのはすごいムカつくし、って思うけど、自分が幸せすぎてあんまり響かないんだけど、これ直接嫌なことを言われて気持ちを持って、嫌なこと言われることあったっけな、すぐ忘れちゃうんだよね。いや忘れないな、覚えてるか。けど一生忘れなくていいんじゃん、逆に。分かんないけど、なんか一生忘れねえみたいな。別にそれで持ってかれるっていうより、それをあなたが私に言ったっていう事実はお前マジ一生忘れないからなっていう感じで言うのがいいのかな。でも私は本当にすぐ立ち直れちゃうんだよね。次の日になったらすぐ忘れちゃう。人になんか言われたとかっていうよりも、大きな悩み事とかも次の日になると結構軽減されちゃってて、悩んでる気持ちが次の日に軽減されてても、その悩みとか問題の重要度とか問題のレベルは変わってないわけじゃん、次の日になっても。けどなぜか次の日になるとスンってなって、死にやしないしみたいな風に思っちゃうのね。だから現実的には何も変わってないけど、メンタルが結構バグってるので、バグってるっていうか悲しむよ、悲しむし悔しいっていう気持ちも存在するし、けど結局なんかそこに持ってかれるなら今の幸福度上げた方がいいんじゃないかって私は思うから、基本的に自分の幸福度を上げることしか考えてないかも。これやばいんじゃない？あと7分なんだけど、私さ結構さ、これさストーリー上げて質問来た時にこれ答えようみたいなのをね、なんかその時見てると思うんだけど、どっか行っちゃうんだよね。たくさんみんなが送って本当にありがとうね。そうだ、これ私答えたかったの。メイクの時に鏡の縁でブラシを叩いて粉を落としてるように見えますが、こうやってねシャン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 ってやってるやん。下に何か敷いてますかって来てて敷いてません。これ床です。床にポンポンポンってやります。やらないですか皆さん。そんな気にしてらんないよ。だってどうせそういつかっていうか、週に1回ぐらい掃除機かけるわけじゃん。3回は週1ぐらいしかかけないんだけど、掃除機かける時にあれだし、粒子細かいから大丈夫だと思うよ。そう引いてない。ちょっとがっつりそのフェイスパウダーとかバッてついちゃった時はゴミ箱の上でポンポンポンってやったり、テーブルの上にティッシュを敷いてその上にポンポンポンってやったりはするけど、基本的に今パンパンって下にやっちゃいます。アリサさんはパスポートにスタンプを押してもらう派ですか、省略派ですか？私は出国のみ押してもらってます。帰国の時は押してないんだけど、それはなんでかっていうと、自分が1年間で何回国出たか普通に知りたいから出国だけ押してもらってる。友達にお金貸してほしいって言われました。アリサさんならどうしますか？お金友達に貸さない方がいいんじゃない？貸さない方がいいと思うけど、その友達の事情と理由によるけど、多分私の場合って周りも結構お金持ってる子が多かったりするから、本当に仲いい友達は絶対言ってこない。なんか知り合いぐらいの人にもしかしたら言われるかも、言われないだろうけどっていう感じになっちゃうんだけど、多分周りみんなある程度潤ってるから、だから本当のどんな理由かによるけど、貸すなら帰ってこないと思った方がいいと思う。これは悲しいけど、じゃないと貸さない方がいいかな。帰ってこない可能性もあるからね、リアルに。私なら理由を聞くかな。まず職場で気になる人がいるんですが、おばちゃんたちの話のネタにされるためぐいぐい行く勇気がありません。30代でそんな人と知り合えたのに行動できなくて自分で悲しくなります。行きなよ。30代でそんな人と知り合えたって思うような素敵な人なんだったら絶対行くべきだし、別におばちゃんたちに言われてもいいんだよ。言わせとけばいい。しかも付き合っちゃえば別に向こうが慣れていってくれるし、それかもうおばちゃんたちに使うかだよね。おばちゃんたちに相談しちゃうとか、どんな関係性か分かんないけど連絡先とか交換して言って、でなんかもうでもその彼が嫌かもしれないのかってなるとちょっとあれだよね。けどなんかもうそこ気にだっておばちゃんたちの目より自分の幸せの方が大事じゃない？全然グイグイ行く勇気がない理由がこのおばちゃんたちの話のネタにされるっていう理由なら、グイグイ行けるタイプの方なんだったらグイグイ行くべきだと思います。それで彼がダメかもしれないから、それはそれじゃん。したらおばちゃんたちに慰めてもらえばいいと思うよ。なんかっていうちょっと巻き込んじゃうのはどうでしょうか。どんな関係値か知らないからこんな軽いこと言えるんだけど、頑張ってください。かわいい。何の質問？一日の中でどの時間が一番好きですか？私は夜です。かわいい。難しい。太陽出てれば何でもいいかな。けど私は完全夜型なので、夜の方が仕事もはかどるし、夜の方が集中できるし、寝るのもったいないって思っちゃう。けど朝型夜型ってなんか DNA レベルで決まってるとか言うけどね。なんかこの世の中社会っていうものが朝型人間用にできてるだけで、私は夜の方があれだけど、でも日を浴びたいよね。日が出てる時間は気持ちいいなって思うけど、集中とかできるのは私は完全に夜ですね。
やばい、もうタイマーになっちゃった。じゃああと 2,3 問で終わりたいと思います。アウグのショーツ可愛く着るために VIO 脱毛を始めました。あれ痛いですね。アリサちゃんも痛かったって来て、ありがとうございます。買ってくれたんだね。素敵に着こなしていただけたら嬉しいです。いや VIO ね、私やったらもうほんと15年前ぐらいだから覚えてないんだけど、愛がめっちゃ痛くなかったっけ。愛がめっちゃ痛かった気がする。2回言ったあと私は全身やってんだけど、うなじがマジで痛くて、髪もほぼやるから、ここのライン綺麗にする。めっちゃうなじ痛かったの覚えてる。VIO 愛が痛かったかな。けどなんか愛の痛みより恥ずかしさの方が大きくて嫌だよね。傾向向こうもちゃんと見なきゃいけないからさ、蛍光灯じゃん。本当に嫌でした。じゃああと2問いきます。忙しいアリサちゃんは一日中家にいることってありますか？睡眠時間は平均どのくらいですか？っていうことなんですけど、全然あります。できるだけ一歩でもいいから出たい。それこそ、車だけど車でイエローに行ったりとか、あと友達とランチしたりとか、一つでも予定は入れるようにしてるけど、一日中家にいることとかあるかな。そういう時は家のことやる。仕事もやるし、家の掃除だったりとか、家のことやると意外とすぐさ夕方とかになってもう起きるのも遅いから、で夕方ぐらいからちょっとパソコンで仕事したり、ネットフリックス見たりとか、そんな感じでゆっくりすることも全然結構たくさんあります。平均睡眠時間は9時間ぐらいかな。7の時とかもあるんだけど、基本8取らないと不機嫌ってかパフォーマンスできない。本当に寝不足だったら、なんかナチュラルメイクだったらすっぴんの方がマシみたいな感じなきゃ分かんないって、それとはまた違うか。寝不足だったら仕事しない方がいいぐらい本当にパフォーマンス下がっちゃうのね。だからもう睡眠は私にとって本当に大事です。8時間は絶対に確保します。じゃあ最後いきます。なんか今回早く感じたけど、男性からですがすみません、女性から見てメンズにつけてほしい香水でおすすめありますか？これ前香りの動画でも言ったんだけど、私はマイルドにロエベのエセンシアっていう香水をつけさせてて、もう本当にいい香りなの。ドキドキしちゃうぐらいいい香りで男らしい、すっごくいい香りなので、ぜひエセンシア買ってみてください。で女の子ももし彼氏にプレゼントとか旦那さんにプレゼントとか、エセンシアぜひ回しもんみたいな感じなんですけど、めっちゃいい香りなのでよかったら試してみてください。これみちちゃんに教えてもらったんだけど。じゃあごめんね、今最後って言ったんだけど、これ最後にします。今ハマっているおすすめネットフリックスありますか？ということで、私は誰もいない森の中で木が倒れたら音はするのかみたいな、なんだっけあるじゃん。それ最近見て、フィルマークスであんまり評価良くないんだけど、私はめちゃくちゃ面白かったです。あの手のなんかサスペンススリラー系すごい好きなのと、撮り方も結構、韓国プラス洋画みたいなのが、混じってる感じですごい良かったのと、私は結構好きだったな。ちょっとゾクゾク、最初の 1,2 話はゾクゾクしちゃって夜トイレ行けないぐらい怖かったんだけど、後半から結構ハラハラドキドキ系になって楽しくなって、あと今は Amazon プライムなんだけど、私の夫と結婚してを見ててめっちゃ面白い。今あと3話なの。3話だからこれ撮ったら速攻見るんだけど、めっちゃ面白いです。あとはこれは UNEXT だったかな、ソンジェ背負って走れ。それとなんか私の夫と結婚してるちょっと似てるのかな、違うのかな。ソンジェもめっちゃ面白かった。はい、そんな感じで今回もなんか薄くない？先月のさ Q&A も私薄かった気がするでしたけど、どんどん視聴者さん減っちゃうんじゃないのっていうぐらいなんか内容の薄い Q&A だったんですけど、もうまた今日も全然拾えなくてすみません。でも本当にたくさんね、懲りずにみんなが質問を送ってくださって、ありがたいので、ぜひまた、来月もお待ちしてます。で最後までそもそも Q&A の動画を見てくれてる子いるのか分かんないけど、 Q&A の動画を見てくれてる子って結構コアな視聴者さんだと思ってて、毎月楽しみにしてくれてるっていつも見てくれてる子は結構言ってくれることが多くて、本当にありがとうございます。でね、この度私まだ全然企画段階なんだけど、コミュニティを作ろうか、オンラインサロンみたいな、だけどサロンっていうよりはコミュニティみたいなのを別で作ろうかなと思って企画していて、そこでコミュニティ内だけの Q&A だったり相談だったりとかもやっていきたいなって思ってて、でコミュニティ内でさ、これちょっと打ち合わせしてから何をみんなに聞くかをまとめなきゃいけないんだけど、ぜひコミュニティを作る前にみんなからの意見とかをいろいろ聞きたくて、こういうコンテンツがあったら入りたいなとかいうのがあったら嬉しいので、もしなんかパッと今思いついたらぜひ、値段にもよると思うけど、こういうコンテンツがあったらりさちゃんのコミュニティ入りたいなとかあればぜひ教えてください。参考にして進めていきたいと思います。ではまた次回のビデオでお会いしましょう。最後まで見てくれてありがとうございます。バイバーイ。